こんにちは、たかしです。本日は11月26日土曜日、週末ですので、来週28日からのポンド円の相場の見通しをしていきます。最初に少しだけお知らせです。広瀬通商さんとのタイアップキャンペーンを継続中です。専用 URL から口座開設をいただくと、最大で55,000円のキャッシュバックがされます。スキャルピング専用の別口座を設けるのもありですね。お得なことはめんどくさがらずに、早めに実行しておくのがいいです。専用 URL は概要欄に貼ってあります。まずは冷やしからです。昨日の冷やしは上髭の陽線となっているんですが、ここのところ上髭下髭と出ていて分かりにくい、そんな相場になってます。こんな感じですね。昨日は上髭の陽線、その前が下髭の陰線、また上髭の陽線と、この辺の髭先、ここ昨日とか、水曜日の髭先、もしくは加減ですと木曜日の髭先、この辺が意識されてきているのかなという感じですね。日足の GMMA は今上向きですので、下がったところでは買われやすい地合い。ただこの緑のボックスの上限にありますので、上がったところは売られやすい地合いになってますね。現在はこの緑のボックス、ここ過去の意識されている付近で張り付いていますので、ここから上抜けられるのか、それとも反転下落するのかという、それを見極めるポイントに来てます。GMMA は上は向いているんですけれども、少しずつこの上昇が収まってくると GMMA は横ばいに変わってきますので、そうなると日足単位でのレンジに入っていく可能性というところも考えておきたいです。現在はこの高値圏をどちらに抜けるかっていうところに注目なんですが、ストキャスティクスはデッドクロスしてきております。マクディは上昇モメンタムを維持してますが、それも少し弱くなったり強くなったりという、分かりにくいところに入ってきてますので、ここからの日足単位のレンジを想定しながら上抜けた場合、下抜けた場合っていうところを考えておくのがいいです。もし上抜けてきた場合は黄色のボックス上限ですね、172円ぐらいまで上昇するとは考えますが、まずは現在地付近をどちらに抜けるかを見守るのがいいと思います。では4時間足です。4時間足は GMMA にサポートされてますね。このサポートされているおかげで、日足のこのオレンジの点線付近が日足のボックス上限、緑のボックス上限付近に当たるんですが、そこで抑えられてはいるんですが、やはり下がってきたところも買われやすくなっている。それは4時間足の GMMA が今サポートをしているからなんですね。ということは逆に言うと、このサポートが崩れた時は大きく下落する可能性がありますので、今はそこに注目です。この紫のライン、一応1時間足の目線切り替えポイントとしてますが、一旦下抜けてるんですが、引けで返されているので、今はこのまま1時間足の目線は上としておきます。そしてこのオレンジの点線は4時間足の目線切り替えポイント。これは今下になってますので、1時間が上、4時間が下という目線が交差するところではあります。その中で日足のボックス上限に上値を抑えられ、4時間足の GMMA に下からサポートされというところですので、今はこの中の動きなんですね。先ほど見ていた日足の上髭下髭っていうのもこの部分になってきますので、ここを今どちらに抜けるのかというところです。値幅的には下限が 167.3 付近から169円というところになりますので、結構な値幅はあるんですけれども、その中で上髭下髭も結構出てますので、トレードは難しくなってきているところです。まずはこのレンジをどちらに抜けるのか、抜けた方についていくなんですが、もし上抜けた場合は先ほど172円を目指すと言いましたが、一旦この青のボックスの上限っていうのが引っかかってきますので、これが170円付近なんですね。ですのでこのオレンジの点線を上抜けても一旦は170円が次のターゲットで、そこを上抜けると次は172円という風に段階的に上昇していくと考えます。そして先ほど言ってましたこの紫のライン、1時間足の目線切り替えポイントの 167.3 付近、ここを下抜けてくると、次は日足のボックスでの反発とみなされますので、大きく下げる可能性っていうところは考えておきたいですね。現在4時間足もストキャスティクスはデッドクロスしてます。日足も現時点ではデッドクロスしてますが、週明けにどうなってくるのかっていうところですね。今はストキャスティクスが高値圏からデッドクロスしているというところで、やはり売られやすい
ち合いであることは確かです。それでも4時間足の GMMA にサポートされていて、底堅い印象ではあるんですが、この4時間足の GMMA を下抜けた時は大きく崩れる可能性がありますので、今そこは注目ポイントです。現在は高値更新ができなくなってきてますよね。今までじりじりと上げてきていたのが、一旦ここで安値を更新してるんです。ヒゲ先ではあるんですが、一度安値を更新して、そこからの上昇っていうのは少し上値が重そうですね。ここで3損みたいにも見えてきますので、ここからの下落になるのかというところです。この辺で揉み合うような動きをすれば、GMMA が今度は横ばいになって収束してきます。こんな感じですね。そうなってくると、下抜けがしやすくなってきますので、そこからの大きめの下抜けっていうところに警戒です。現在、インジケーターは少し怪しくなってきてます。マクディはこれダイバージェンスを起こしてますね。チャートは今、横ばいから上向きなんですが、マクディに関しては下向きになってきてますので、そろそろ週明け、月曜、火曜日くらいでの大きめの下落っていうところも考えておいた方がいいと思います。では、1時間足です。1時間足では黄色の平行チャンネルを描いてました。そこを一旦下抜けてから上値が重くなってきてますね。ここまで過去のこの平行チャンネルの中にある間は平行チャンネルの下限で反発して比較的大きく高値更新をしてきたんですが、この平行チャンネルを抜けてからは高値更新ができなくなってきてます。もちろんここから週明け上昇することも考えられます。現在は緑のこのライン、ここで支えられてますよね。そして先ほど4時間足で言っていた、ここを割ると大きく下落するだろうラインがこの紫のラインです。ここが1時間足の目線切り替えポイント 167.34 となってますので、ここを明確に下抜けてくると大きく下落する可能性がありますので、まずはこの上昇トレンドを崩せるかどうかですね。現在この黄色の平行チャンネル、上昇トレンドは崩してきてます。このラインを割ってきてますので、ただ上昇トレンド自体が崩れたわけではありませんので、現在は一旦ここで安値の更新をしてますが、ヒゲで返されてますので、まだかろうじて上昇しているというところです。ただ、そろそろ高値の更新もできなくなってきたし、安値を一応切り下げてはいますので、ここから週明け、次の下落に期待できそうなところまで来ております。もちろんこのオレンジの点線を超えてくると高値更新になってきますので、話がまた変わってくるんですが、それは先ほど4時間足で言いました、次は170円、172円というところを目指して上昇すると思いますが、まずはこの緑のラインを下抜けると、このトレンド、現在のこの小さなトレンドを崩してきますので、そうなると次は紫のラインを目指してきます。そこで次紫のラインでサポートされるかどうかですね。ここと同じように、ここみたいにサポートされれば、ここでのもしかしたらアセンディングトライアングルみたいな形に動くかもしれませんし、サポートされずにここを下抜けた場合は、次は4時間足単位、そして日足のボックス上限からの下落というところで大きめの下落に入っていくということが考えられますので、その辺をポイントとしてトレードしていくのがいいんじゃないでしょうか。現在は4時間足の GMMA がこの辺を走っているんですね。で、その4時間足の GMMA にサポートされているので、ここが底堅い動きをしております。で、この紫のラインを下抜けてくると、次は4時間足の GMMA を下抜ける形になりますので、そうなると4時間足単位で下落トレンドに入っていく可能性があります。ただ、次はこの辺に日足の GMMA が走っているんですね。なので、この青のボックスの下限付近、この辺ぐらいっていうのはまた分かりにくい動きをしてくるかもしれません。ここにいくつか反発ポイントがあります。こういったトレンドをつけているときは、こういった安値とか、こういうレジサポラインとかが意識されてきますので、その辺ですね、この辺に入ってくると、ジグザグと反発しながら下落してくるという印象ですので、ストンと下落する、そういう感じではありませんので、紫のラインを下抜けてくると大きく下落する可能性を考えますが、次はまた日足の GMMA に反発して、この辺は揉み合う、もしくはここからの大きめの上昇ということも考えられますので、ただ今日足も高値を切り下げてきている状態です。ここから下落すると、やはり大きめの下落になると考えられますので、現在は緑のこのラインを下抜けられるかどうか、そして次は紫のラインを下抜けられるかどうかというところを目安にトレードをしていくのがいいのかなと。ただ、大枠ではここでのレンジというのを冒頭でお話ししましたが、そのレンジを想定しながら抜けた時のパターンも考えていくということが大切ですので、その辺を参考にトレードしていただければと思います。最後にお知らせです。
YouTube のメンバーシップを始めました。初心者の方が少しでもスキルアップできるように丁寧な解説動画を毎週1本更新しています。誰でもご参加できるようにコーヒー1杯分くらいの価格にしております。過去動画を見るだけでも元は取れますので一度お試しください。それからもうワンランク上のスキルを手に入れたい方はポストプライムでプライム投稿というのもしております。こちらは2週間の無料期間がありますので、これも過去投稿を全て見ていただけます。2週間以内にやめれば無料のまま有料投稿を見られることになりますので、一度お試しいただいて自分に合うかどうかを検証していただくのがいいと思います。トレードに根拠が欲しい方、もしくはなかなか勝てないなという方は、YouTube のメンバーシップやポストプライムのプライム投稿を一度お試しください。詳細は概要欄にあります。また iPhone や iPad アプリにはメンバーシップボタンが表示されませんので、Safari などのブラウザから YouTube にログインしてからお申し込みをお願いします。それでは今週もお疲れ様でした。来週も一緒に頑張っていきましょう。たかしでした。バイバイ。インジケーターの使い方解説ブログを書きました。現在このインジケーターを使ったエントリー手法のブログを書いている途中ですが、まずはこちらの基礎編をご覧いただきたいです。GMMA、ストキャスティクス、MACD の使い方について詳しく書いてます。インジケーターは何気なく表示させるのではなく、理解して使いこなすことが大切です。このブログを読んで、ご自身のチャートに当てはめて考える。それが使いこなすことへの第一歩になります。せっかく FX と出会ったのですから、確実に一歩ずつ成長していきましょう。